こんにちは、木下ゆうかです。今日はですね、質問コーナーをやりたいと思います。イエーイ。はい。でね、今ですね、デリバリーも頼んでるんで来ると思います。でもとりあえず質問コーナーを先に始めたいと思います。ゆうかちゃん、今まで食べた中で本当に美味しかったものランキングベスト3。クマ、ハート、クマ、ハート、クマ、ハート。ゆうかちゃんいつも最高。頑張れ。オッケー。ありがとう。すごくたくさん食べてるから本当に決められないですよ。皆さんが食べている量と多分100倍ぐらい食べていますからね。お肉とご飯、伊達政夢、まあ大トロかな。はい。アフターやザ・ドラゴンナコーヒー Did you sleep？ これ結構聞かれました。知り合いの人とかからも聞かれました。で、私ね、ダルゴナコーヒー飲んだ時全然眠れました。っていうのも、なんか私ね、ちっちゃい頃からコーヒー飲んでも眠れる体質なんですよ。お母さんもそうだったんですけど、全然なんか、結構コーヒーって眠れる人と眠れんくなる人多くないですか？私結構眠れる派なんで、めっちゃ寝てました。はい。学生時代の部活は何をやっていましたか？あと、好きな香りとか苦手な香りを教えてください。学生時代の部活は何をやっていましたか？もちろん私は帰宅部です。というのもコンビニでした。コンビニ部です。コンビニに行っていつもご飯食べていました。ご飯前にね。好きな香りとか苦手な香り。香りとかあんま考えたことないな。フルーツのさっぱり系の香りが好きですね。で、なんでそんなに食べても太らないんですか？いや、でもね、太ってるんですよ、私。たくさん食べれるから太らないのかなっていうのはちょっと思ってます。というのもですね、一日中ちょっとずつ満腹にならずに食べてるじゃないですか。それを日々続けてると私は太るんですよ。なので、今回自粛期間中、家に一日中いたので、一日中食べる暇があったので、ちょっと太ってしまいました。ゆうかちゃんの愛用しているメイク用品とシャンプートリートメントが知りたいです。こだわりがなくっていろいろ使ってるんですよね。韓国コスメも使うし、デパコソとかも使うし、本当にこだわりがないですね。ちょっと見ていきます。こちらアラームが鳴っていますね。これは6時のアラームと言ってですね、私の動画毎日6時に更新するじゃないですか。なので、そしたらツイートしないといけないよ、インスタストーリー上げないといけないよっていうお知らせです。はい。で、いつも使ってる化粧水、これなんですよ。ポーラかなこれは。BA シリーズ、レッド BA っていうのと、あとこれもポーラのこの BA シリーズ、洗顔ですね。この容器はね、なんかディオール使ってます。なんか肌が白くなって友達から教えてもらったんで使っています。ファンデーションとか、コンシーラー、普通のクリームファンデーションとかも使ったりするんですけど、それは全部このポーラの BA っていうシリーズのやつで使ってますね。だからファンデーション系とかは全部そうなんですよ。化粧下地も。で、ずっと昔から使ってるのがあって、それがルナソルのスキンモデリングアイズ。このルナソルのね、アイシャドウの一番この定番みたいなやつを、これをね、ずっと使ってて、でも最近はね、これの黒いところアイライン代わりに入れるくらいにしか使ってないですね。気が向いたらこの辺も使ったりするかなって感じです。で、これもずっと使ってます。3の明るいのと茶色いのがあって、最初アイシャドウの一番前はこれを塗ったりしますね。これハイライトに使ったりもするし、顔の周りにこれも使ったりする時もあります。そして、あとこれも結構最近好きなんですよ。セルボークっていうところの黄色のアイシャドウ。すごいセルボークこれ色が綺麗な気がします。だから他の色も欲しいなってちょっと思ったりしますね。これマットすごい好き。クリオ。このキラキラのやつがめっちゃ綺麗なんですよ。これを結構目の下にね、塗ったりします。こんな感じで。私これは茶色だけど白いのも持ってます。そしてですね、これ RMK のアイシャドウパレットなんですけど、私明るい色を最近アイシャドウを使うの好きなんで、これ結構いろんな色を使ったりします。そしてチークはね、ディオールのこのね、チークを使うことがいいです。ピンク色。で、眉毛なんですけど、結構こだわりなくって、あるものを使ってたりしますね。で、最近は今、シュエマルのやつを使っています。茶色。眉汁は薄い色で、眉頭は黒いの、なんか立体感が出るらしいという噂です。食事、映画鑑賞以外にあなただけの楽しい趣味がありますか？まあだからこれ寝ることなんですよ。寝ることが最近がでもあとネットフリックスめっちゃ見てますね。映画鑑賞みたいなもんです。ネットフリックス見てるんですけど、最近このイテウォンクラスっていうのにハマりましてですね、このセロイくんがめちゃめちゃかっこいいんですよ。私もこうやってやられたい。こうやってイソちゃんがいいことしてセロイにこうやってやられるとき、私もこうやって自分で一人でやってます。イエーイ、デリバリーが来ました。何が来たかな。いや、本当はライブしたいんですよね。 YouTube のライブってさ、クオリティ求められる
る気がするんですね。だからちゃんと食べるものとかも全部出したら全部食べんといけんし、時間内に食べ終わらんといけんしとか、なんかすごい考えちゃうんだから、あんまやりたいけど最近やってます。じゃん、美味しそうでしょ。こっちはヤンニョムチキンで、こっちはスノーチーズパウダー好きなんですよ。キンパ頼みました。チャンジャン負けです。私チャンジャン好きなんですよ。でこっちはジョン、こっちもキンパでサムギョプサル巻きとかだったと思います。ライブやるときもね、喋るじゃないですか。で食べるタイミングめっちゃむずいんですよ。で今日もですね、口寂しいかなとも頼んだけど、最初ちょっと紹介して食べて全部は食べきらないと思います。普通にこう撮影終わってゆっくり食べます。イテウォンクラスみたいな。じゃあこれヤンニョムさんから。めっちゃうまそうよ。チキンめっちゃカリカリで美味しいな。と言っておきたいことがあるんですけど、よくコメント欄で食べて噛んでるところをカットしてるのはなんでみたいなのが結構来てるんですけど、噛んでるとこまで流したらなんかもうテンポが悪くなるんですよね。今はこうやってさ、この機械だから噛んでるシーン流しますけど、もう飲んだじゃないですか。これはもう早く飲み込まないとっていう感じで飲み込むんですよ。カメラ回ってたらね。でも待たせてたらいかんなって思うからよくねカットしてるんですよ。そういうことです。甘みのあるチーズパウダーがかかっとってすごく美味しい。はい、キンパ。チャンジャンマシそう。美味しい。サムギョプサル。天才。めっちゃ美味しい。けんちゃまよー。私の好きな韓国語です。で、質問コーナーに戻りましょう。毎日かと思いますが、大食いの撮影がある日は1日何食食べてるんですか？ 4 食ですね。言うてもでも朝はリンゴなんですけど、朝リンゴ、大体私動画2本撮るんですよね。動画撮影。そして最後夜、自分の時間タイム、イテウォンクラス見ながら食べています、ご飯を。カロリーの高い食事ばっかりで腹荒れはしませんか？多分食べ物とかであんま関係ないかもしれない。私女性だったと分かると思うんですけど、なんか生理の周期とかで絶対私荒れます、この辺が。でも食べ物とかではあんま関係ない。もう一回やってと言われても嫌な大食い企画ありますか？基本的に YouTube の動画を自分で食べ物を選んで自分のペースでしかも食べてるから、そんなに嫌なことないんですけど、競って食べるみたいなやつがもうやりたくないな。最近ハマっているお菓子やお取り寄せしたものなどあれば教えていただきたいです。私グミが好きなんですよ。でもグミをだから毎日よく食べとって、いろんな種類のグミ食べとるんですけど、最近ちょっと飽きつつあるんですよね。蜂蜜麺は毎回頼んでますけどね、ずっといろいろ。私秋っぽいからいろいろあります。Amazon とかでもさ、12箱とか来るじゃないですか。ハマって頼むけど、その最後の方はちょっと飽きてしばらく家にあったりしますね。で、ゆうかちゃんの趣味を知りたいです。撮影の他に普段何をしますか？寝ること、そして猫と遊ぶこと、絵を描くことですね。猫と遊ぶのがめっちゃ楽しい。ゆうかちゃんが最近食べたもので一番めっちゃ美味しいってなったものは何ですか？これ美味しかったんや。撮影後のお腹が見たい。どれくらい出るの？妊婦さんぐらい出たりしますね。出すの恥ずかしいからあんま撮らないんですけど、過去のうどんの動画でね、出してます。その時頑張った。初期の頃やったからね、頑張ってましたね。いつ結婚するか。何その質問。私が聞きたいわ。ゆうかちゃんが今まで食べてきたからみんな辛いものの質問続くな。ゆうかちゃんが今まで食べてきた辛いものの中で特に辛かったものベスト3を教えてください。いつも見てます。これから頑張ってください。大好きです。ありがとう。ベスト3。1位、ブラックの角みたいなやつ。2かけるみたいなやつ。2位もブラック。3位もブラックのなんか味。全部ブラック。で、ゆうかちゃんの最近のファッションについて教えてほしいです。あんまりこだわりないんですよ。この T シャツが多いですね。T シャツにパンツかな。スカートが多いかな。私はアニメが大好きなんです。ゆうかちゃんアニメを見たりしますか？好きなアニメはありますか？よう聞いてくれました。これ最近私好きなアニメがあって、ハイスコアガールっていうのが好きなんですよ。ゲームの漫画好きやって、なんか最初私、ウェブ漫画で見たんですよ。ピコピコ少年っていうやつを。で、それで、その後ハイスコアガールも見たら面白くって、日高ちゃんもめっちゃ可愛いし、大野さんもすごく可愛い。もうヒロインですね。ベストヒロイン。そして、主人公の男の子も憎めない感じで好きです。大食いの時、例えば4キロ食べてみたって企画した後に体重ってぴったり4キロ増えるんですか？増えますね。そしてあと水分も飲んでいますから、水分の分も増えますね。だから4キロ食べたら大体6キロぐらい増えてますかね。ゆうかちゃん落ち込んだ時にどのように立ち直りますか？寝ます。これは。そしてあと食べます。月の流れに身を任せましょう。ゆうかちゃんの人生で最大の失敗は何ですか？なんだろうな。失敗なんかしてないです。
私が今までしてきたこと失敗と思われるようなことでも、今の私を作り上げたのはその失敗と思われるようなことだったんですよ。なのでみんな失敗なんてないです。ゆうかちゃんのおすすめ映画3本教えてください。私本当に記憶が頭が悪いんですごく片っ端から忘れていくんですけど、最近見て面白かった映画はポンジュロさんめっちゃ面白くって、パラサイトめっちゃ面白かったんですけど、あれも結構面白かったんですよ。ネットフリックスで見たんですけど、これもうポンジュロさんのやつで、おっかちゃんこれも面白かったです。ちょっと考えさせられる映画でしたけどね。で、あとグレイティストショーマン、これ最高ですね。ヒュー・グラントマジかっこいい。あ、違うヒュー・ジャックマンやった。ザック・エフロンめっちゃかっこよかったです。俳優さんとか見てその人めっちゃかっこいいってならないんですけど、映画とかその作品見て好きになりますね。俳優さんまで好きになります。もし関西に来たことがあるなら、その時の感想について言ってほしいです。感想、私でもおばあちゃんのお家がね、大阪なんですよ。ほら、おばあちゃんの家だなーっていう感じですね。粉物むっちゃうまい、食べたいっていう感想でしたね。生放送は今後できる環境ですか？期待して待っていてもいいですか？やっぱりそんなこと言ってくれますか？そしたら頑張ります。やります今度。はい。で、ゆうかちゃんの美容について教えてください。なんだろう、美容についてなんかやってるっけかな。結構やってるんですよ。毎日お風呂に一応入っとるし、ふわーっていうビューティーランとかみたいなやつ、お湯が出るやつとかもたまにあるし、セルキュアってやつも使ったりするし、結構言うても頑張ってますね。まあ34ですから。はい。将来の夢は今と昔を教えてください。昔のね、将来の夢、私ね、昔の文集に書いたこと今でも覚えてるんですけど、ペットショップ屋さんって書きましたね。これね、私悩んだんですよ。将来の夢はって書いて、もうほんとペットショップの人になりたいのはそうだったんですけど、ペットショップで将来になりたいってちょっとおかしいじゃないですか。いや、なんかでも将来ね、ペットショップ店員って夢がなくないかと思って、で、先生にも聞いたんですよ。先生、私ペットショップなんですけど、ペットショップ店員もペットショップもうちょっとおかしいと思うんですよ。お店になりたいわけでもないし、ちょっとなんか店員っていうのも将来の夢とかに書くのちょっとおかしいかなと思って。で、先生に聞いたら、先生もちょっと悩んで、ペットショップ屋さんって書きましたね。ちょっと私今おかしいと思います。ショップ屋さんって英語と日本語2つ言ってますから。今将来夢食べることが好きだから。世界中のみんなが美味しいものを食べれる環境を作りたいんですよ。ただ食べ物を寄付するとか、その場しのぎじゃないですか。いろんな国でみんながこう学べる環境とか作って、学校とかね、作って、大人になったらちゃんと食べれる、そういう環境を作りたいです。ゆうかちゃんのルーティーン動画見てみたいです。いつか撮ろうかな。じゃあ、いいですね。撮りましょう。最近買った服の紹介してほしいです。自粛しています、私は。だからね、あんまり最近服買ってないんですけど、買うとしたらズドタウン買ったりしてますね。これも買いました。はい。猫。地元の魅力を真剣に買ってってください。これはですね、私の地元はですね、北九州というところなんですけど、高田公園っていうところでよく遊んでいたんですよ。よく猫さんがこう遊んでいて、私もこう、そこで猫と触れ合ったり、いろいろしてましたね。高田公園、昔はしょぼい公園だったんですけど、途中で工事があって、すごい遊具に変わっていました。でもその頃に私はもうちょっと大人になっていたんで、こんなに遊具がすごくなったけど、もう遊ばないなーと思っていました。高田公園が好きでした。私が食べ過ぎるとすぐ胃腸炎になって肌が荒れます。ゆうかちゃんは胃もたれしますか？胃もたれしないんですよ。結構何食べても消化します。なぜかというと、もう胃がすごいもう鉄人だから。アイアンストマック。行きたい国と食べたい現地のご飯。で、実は私ね、国結構いろんな行きたいところあって、行ったことあるのがね、アジアしかないんですよ。あとオーストラリア行ったんですけど、諸事情があってホテルに缶詰だったんですよね。ハワイ、よく聞くんですよね、人に。一番どこが楽しかったって言ったら、やっぱハワイかなっていう人が多いんで、ハワイにむっちゃ行きたいです。食べ物も美味しそうやし、イタリア料理好きだからイタリアに行きたい。体型維持のために普段やっていることを教えてください。これはね、ご飯をしっかり食べることです。ご飯をね、しっかり食べていたら、一日中食べるっていうことないんですよ。私のこと一日中食べると太っちゃいますから、しっかり食べれば、そういうことにならんからご飯をしっかり食べています。だらだらしないことがいいんじゃないですかね。Can you say some TMI information about you? くだらない情報全部くだらんやろ。最近タトゥーシールが好きで、タトゥーシールが入っています。これにも入ってます。あと爪は海の生き物です。めちゃくちゃご飯食べる人ってめっちゃ痩せてるけど、イカ水ってことでっか。大体イカ水の人多いですね。体全体胃になるんですよ。こう、下の方まで胃になるから、なんでイカ水になるかって言ったら、こう食べるじゃないですか。全部下にどんどん溜まっていくんですよね。最終的にはもう全部出ます。最初イカ水やけど、その後全部妊婦さんになります。
私はドラマが好きなんですが、ゆいかちゃんが今まで見たドラマの中で一番面白かったのは何ですか？キングダムっていうその韓国ドラマのやつも面白かったし、ゾンビが出てくるんですけど、めっちゃ強いゾンビが出て、そこに出てくるセジャ様っていうのがめっちゃ魅力的あって、結構この魅力的な人が出てくるドラマにハマりますね。今見ているイテウォンクラスもめっちゃ好きやし、アリーマイラブっていうのアリーちゃんっていうのが超可愛くって、このアリーマイラブもめっちゃ好きやったんですよね。あとなんか三谷幸喜さんのドラマが結構好きやって、工藤館さんのドラマとかも結構好きです。これらにさ一言。アバワビジャマイカルモンタマリノアデルペデピアペオルセテムルマサウタリアンサヤジャロモサルタード食べたいです。ペルーの料理らしいですね。すごいですね。これはなんかアジカのジャケットみたいなやつなのに、この人はペルーの方なんですね。すごく苦労しました。今井ものに。今日はこんな感じです。本日もご視聴ありがとうございます。以上以来、大家谢谢来看我。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて笑顔で過ごせますように。Let's eat and be happy! 皆さん、不がい手洗いに気をつけて毎日健康に過ごしましょう。バイバーイ。